こんにちは。ゼロから行政書士第13回です。前回は法律による行政の原理を学びました。今日は行政行為の分類と効力を取り上げます。行政行為は行政法の中心となるとても重要なテーマです。肯定力など独特の効力にも注目していきましょう。まず、行政行為とは何かを確認します。行政行為とは、行政庁が法律に基づいて行う行為です。国民の権利や義務を一方的に具体的に決めるという特徴があります。許可や命令などがこれにあたり、法律上は処分と呼ばれます。私人同士の契約と違い、相手の同意がなくても効果が生じます。この一方的に決められるという点が、行政行為の大きな特徴です。だからこそ、法律の根拠と公正な手続が求められます。行政行為は大きく2つに分類されます。1つ目は、法律行為的行政行為です。行政庁の意思表示に基づくものです。2つ目は、準法律行為的行政行為です。意思表示ではなく、事実の確認などによるものです。まずは、この2つに分けて考えるのが基本です。意思表示によるかどうかが2つを分ける目印になります。それぞれさらに細かく分かれていきます。法律行為的行政行為をもう少し見ていきます。これは命令的行為と形成的行為に分かれます。命令的行為には下命、禁止、許可、免除があります。形成的行為には特許、認可、代理があります。特に許可と特許の違いは試験でよく問われます。許可と特許の違いを押さえておきましょう。許可は一旦禁止されていたことを解除し、元の自由を回復させます。運転免許や飲食店の営業許可などがその例です。本来は誰もが自由にできることを安全のために一度止めているイメージです。特許はもともとなかった新しい権利や地位を新たに与える行為です。また、認可は私者同士の契約などの効力を完成させる行為です。名前は許可でも法律上は特許にあたるものもあるので注意しましょう。ここからが今日の中心です。強制行為の効力です。強制行為には民間の行為にはない特別に強い効力があります。これは公益を実現するために認められているものです。代表的なものを4つ確認していきましょう。特に肯定力は行政法らしい考え方として重要です。1つ目は肯定力です。行政行為はたとえ違法であってもすぐに無効になるわけではありません。正式に取り消されるまでは一応有効なものとして扱われます。これを肯定力と言います。そのため争うには主張しを求める手続を取る必要があります。ただし、重大で明白な瑕疵で無効な場合には肯定力は生じません。二つ目は不可抗力です。一定の期間が過ぎると国民の側からその行政行為を争えなくなります。三つ目は不可変更力です。審査請求の採決など一定の行為は行政庁の側からも変更できません。どちらも法律関係の安定を確保するための効力です。四つ目は自力執行力です。国民が義務を果たさないとき、行政は自ら強制することができます。民間なら裁判所の判決を得てからでないと強制執行できません。しかし行政はその判決を待たずに実現できる場合があります。ただし、自力執行には別に法律の根拠が必要とされています。ここで今日のクイズです。違法な行政行為でも取り消されるまでは有効に扱われる効力はどれでしょうか？ A は肯定力、B は不可変更力、C は自力執行力です。少し考えてみてください。正解は A の肯定力です。
違法でも取り消されるまでは有効という点がポイントです。行政法で繰り返し登場する重要な効力です。今日のまとめです。行政行為は国民の権利義務を一方的に決める処分です。法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分類されます。そして肯定力、不可抗力、不可変更力、自力執行力という効力を持ちます。4つの効力は名前と意味をセットで覚えるのがコツです。中でも肯定力をしっかり理解しておきましょう。次回は行政法の第3回行政行為の可視です。行政行為に結果があるとき、無効と主張しをどう区別するかを学びます。職権主張しと撤回の違いにも注目します。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。